たった2週間で日経平均3万7000円から3万3000円まで下がりました。正直おしめ買いしたくなる気持ちはわかるんですが、リーマンショックの時も本格的なゲルが 1.5 年かかって進んできましたよね。今は中期の崩れを一番警戒すべきかと、デルクさん今の相場どう見ますか？僕も様子見ですね。結局そのトランプ関税に対して他の国がやり返すかっていうところで、日本もアメリカに対して 25% 関税かけるんだとか、EU が 20% かけるんだっていうのをやると、また一段と下がると思うんですよ。なので、どっかの段階で関税問題というのが、この関税でいいよねとか、関税をアメリカに出してかけるというのはやらないよねっていうので、状況が確定するまでは、まだ投資をしても下がる余地がでかいんじゃないかなというふうに思ってます。もちろん僕の判断が間違ってて、この後別に株価全然下がらなくて、株価バチーンって上がってめっちゃ儲かったってなる可能性もあると思うので、勇気のある人は全然買ってもいいと思うんですけど、30年、40年とか、インデックスファンドで、NISA でオルカン買ってますとかって人であれば、そこはバタバタしないで置きっぱなしでいいんじゃないかなと思いますけど。ただだから個別株に関しては、例えばじゃあトヨタですとかユニクロですとかっていう会社は、株価は下がったとしても、じゃあ世界中の人が自動車を買わなくなるわけでもないし、服を買わなくなるわけでもないので、時間の問題で戻ってくるよねっていうのあると思うんですけど、ただエンターテインメント関係とかは結構厳しいかもしれないですね。お金が余ってる人が買う分野だったりするので、とはいえね、仮想通貨そこまで下がってないんですよね。仮想通貨はもっと下がるのかなと思ったら、そんなに下がってないので、なので、まだ一時的っていう可能性もあるのかなとは思うんですけど、僕はどちらかというと悲観的にものを考える方なので、結構やばい事態になるんじゃないかなというのは前から思っていたので、現金の割合を増やしていく。そういう意味でいくと、不動産価格が下がるぐらいまでは、やっぱ株価が下がっちゃうと、現金足りなくなっちゃって、ローン払えないから不動産手放しますっていう人とか、会社が担保にしてるのが足りないから、じゃあ会社の持ってる不動産手放しますとかだったりするので、このままの状況が続いていくと、3ヶ月ぐらい経ったら結構不動産もそこそこで下がりし始めるっていう可能性もあるんじゃないかなと思いますけど。で、逆にだから景気が良くなりそうな、いいニュースあんまないんですよね。なので、どちらかというと、マイナスになる可能性が高いというふうに考える方がいいんじゃないかなと思います。スキヤは逆に買いなんじゃないかなと思いますけどね。いや、別にだってさ、スキヤで買ってる人たちって、スキヤそんなもんだと思って言ってるでしょ。バイトって高校生とかが手洗わないで作ってたりするわけですよ。サラダとかも落ちてもそのまま拾ってべちゃって乗せて売ってたりするわけで、外食なんてそんなもんだよ。だから別にそういうの気にしてる人は超高級店に行けばいいわけで、ファーストフードとか、すき家とか牛丼屋とかってその程度のものだから、そんなもんだよねっていうので、一時的にはイメージ悪くなってるけど、多分ね、半年もするとね、それがすき家なのか、松屋なのか、ランプ亭なのか、吉野家なのかもみんなもう覚えてないと思うんですよ。それよりもだから、経済が悪くなって、お金がみんななくなって、外食しなくなって、自炊をするっていう、そっち側の方の問題なんじゃないかなと思います。ってなると、サイゼリヤ強いかもしれないね。サイゼリヤって、ライバルが外食屋じゃないですよ。ライバルが自炊なんですよ。自炊をするよりも安いよねという店を作らなきゃいけないもんねっていうところで店を作ってるんですよね。他の外食ってあくまで自炊よりは高いけど、ハンバーガーよりは美味しいとか、ファミリーレストランより安いとか、外食同士で戦ってるんですけど、サイゼリアだけ自炊と戦うっていうところでやってるので、そういう意味でいくとサイゼリアは結構勝てる可能性あるんじゃないかなと。日高屋もね、多分ね、自炊と戦ってるんですよね。広告宣伝も打たないで、駅前で安い飯を出すっていう。なので、対自炊で戦っているところの飲食店は結構強いんですけど、お金がなくなってくると、豪華系とか、プラスアルファ系のちょっと高めのファミレス、ロイヤルホストとかはきつくなるんじゃないかなと思ってます。はい。米ドルなんか危ない。ユーロがマシ。いやー、米ドルも下がってるんですけど、だからといってですね、ヨーロッパが景気がいいかでもないんですよ。ヨーロッパも景気悪くなると思うんですよ。多分世界中景気が悪くなって、で、自給自足できる国は大丈夫だよね。だからフランスは食料も取れるから大丈夫だよね。でもエネルギーがないので、エネルギー買わなきゃいけないよねっていうので、ロシアから買おうみたいになるんじゃないかなと思いますけども。なのでどの国が勝ち組かっていうので考えると、中国強いかもしれないですね。中国って、ロシアからめちゃめちゃ安くエネルギー買ってるんですよ。ロシアはエネルギーは売れるんですけど、機械工業製品っていうのがロシアはまだ作れないので、
ロシアが戦争で使ってるドローンとかって大体中国とかが仕入れたりするんですよね。なので工業製品を中国から買う。で、ロシアは石油を売るっていう形でやってるので、中国は結構安定するんじゃないかなと思うんですけど、中国って食料の自給ができないんですよ。13億人分も食う食料が作れないんですよね。なので、食料問題に関していくと中国はきついんですけど、ただエネルギー問題は解決してるので、食料っていうのも中国の場合って、分取るとか、一定の民族が餓死してもいいっていうのができちゃう国なんですよ。例えばじゃあ群馬県民が全員餓死してもいいよねみたいなことやっちゃったら、多分もう自民党政権崩壊するんですけど、中国の共産党の場合って、もうじゃあウイグル地区の人餓死してもいいよねってやったとしても、共産党政権崩れないんですよ。誰かを被害者にすることで全体が助かるというのをやると、その国は成立するんですけど、で、それ日本とか民主主義の国はできないんですけど、中国はそれが可能なんですよ。マイノリティ全員が苦しい思いをした結果、マジョリティが生き残るんだったら、それでいいんじゃねっていう判断ができるのがロシアと中国なんですけど、日本とかヨーロッパとかアメリカっていうのは、マイノリティが死ぬっていうのはかわいそうだよねっていうので政権が崩壊してしまうっていうのがあって、中国とロシアの強さっていうのは今後も出てくるんじゃないかなと思うんですけど。これ別に正しいかどうかの話じゃないですよ。そういう国であるっていう説明で、そうなるべきであるって話もしてないです。ただもうそういう国だよねっていう話で。はい、まあまあ、バイデン政権が終わって時間が経ちましたけど、ある程度弱者を守った方がいいよねっていうバイデン政権の方がいいのか、自給自足で自分たちでできることで食っていこうぜっていう形のトランプ大統領が正しいのかっていうのが今後変わってくるんじゃないかなと思いますけど。先日アベプラで GPP だけで国の豊かさを変わるの正確ではない深刻主張で人口資本、人的資本、自然資本の観点からトータルで評価しなければ本当の国の豊かさが測れないといった内容の特集が組まれていました。読んで言うと、飯のうまさのアベレージが超高いとか、治安や豊かで美しい自然とかも GTP で測れない資本として評価されております。治安と自然は侵略下げてるけど、この深刻主張について有力さんはどう評価しますか？方向性としては僕は正しいと思います。結局治安めちゃくちゃ悪いと GDP 超上がるんですよ。例えばじゃあ日本って治安がいいので、いちいち防犯装備とかって自分の家につけないじゃないですか。でもいつ泥棒が入ってくると分かんないってなったらアラームとかつけるし、セキュリティの人もやってほしいっていうので、それが日本中の国についたら、1件に対して1万円払うんだったら、4000万世帯が買うんだったら、じゃあそれで4000億円の売り上げになるんですよ。4000億円の売り上げあるよねとか、例えば日本って水道水が飲めるんですよね。水が美味しい国なので。でもこの水道水っていうのがもう飲めないよね。汚い水ばっかりだよね。じゃあみんなペットボトルを買うよねってなると、じゃあ水道水で月1000円くらいのが、じゃあ月に1万円になりますってなると、これで10倍の売り上げになるんですよ。なので、治安が悪くなるとか、水が悪くなるとか、じゃあ空気が汚くなるとかっていう、国がどんどん生活する上で悪化すればするほど、お金は必要になるので、結果として GDP は上がるんですよね。斉藤浩平さんとかがよく言ってますけど、屋久島とかって普通に温泉が湧いてるんですよ。群馬とかでも住民向けの温泉とかが300円ぐらい温泉入れるってなんですけど、で、あれって GDP 的にはマイナスなんですよ。温泉入るんだったら、ただで入らせるべきじゃないよね。宿泊して1万円以上払ってる人だけが入れるべきだよねってなると、温泉の売り上げ上がるんですよ。温泉が湧いてるところだったら、温泉入って幸せだよね。よかったよね。そこにお金は必要ないよね。という方が、その住民は幸せになるんですけど、その住民が幸せになることというのは GDP で考えるとマイナスなんですよ。例えば自給自足して自分で作った家庭菜園で野菜作って無農薬でイチゴとか取って、美味しいよねって言って食ってると、これ GDP を下げる行為なんですよ。野菜も買わなくなるし、イチゴも買わなくなるから。なので、釣りをして、その魚食って、今日釣れた魚美味しいね。これも GDP 下げる行為なんですよ。っていうので、人と幸せと GDP というのは、反比例する部分があるんですよね。っていうのがあって、なので GDP というのが一概に高いからいいとか上げればいいという話じゃないんですよね。ヨーロッパの場合って GDP を高くしないと制裁を食らうっていうのがあって、で、結果としてイタリアとかがやり出したのが、麻薬取引を GDP としてカウントするっていうのをやり始めたんですよ。マフィアの人たちが麻薬の取引をするときもお金を使って取引をするので、それは商売だから GDP 換算しようぜ。麻薬取引が増えるほど GDP 増えるんですよ。なので結果としてその国の国民は幸せになりましたかっていうと結構微妙で、フランスも確かね、売春もね、GDP 含まれてるはずなんですよね。売春というのもお金のやり取りなんだから、これは GDP に入れるべきだよね。みたいな。っていうので、犯罪が増えれば増えるほど GDP 増える。なので GDP が高いことが果たして幸せなのかっていうと僕はそうではないんじゃないかなと思う派閥です。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。